こんにちは。今回は長編みの玉編みで編むかわいい花のコスターを紹介します。アクリル糸の並太の糸を6号のかぎ針で編みます。最初は作り目の鎖編みを編みます。針をくるりと回して糸を引き出します。この最初のこの部分は緩めたままにしてください。ここから作り目の鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んだら、最初に緩めてあるここに針を入れて糸をかけて引き出します。そして両方の糸を引き締めてください。この糸は編み込みながらいきます。糸を引き締めたら、最初に1段目は細編みですから、細編みの立ち上がりの鎖編みを1目編みます。鎖編み1目を編んで、次は輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出します。細編みを編みます。糸をかけて2本の糸を引き抜いて、細編みが1目できました。次も輪の中に細編みです。針を入れて糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みを編みます。作り目の輪の中に全部で細編みを8回編みます。細編みが8目できました。次は引き抜き編みをします。最初に編んだ細編みの頭のところです。最初の細編みの頭2本に針を入れて糸をかけて引き抜きます。ここも糸を少し引き絞ってください。これで1段目の細編みができました。次は2段目です。2段目はここから長編み4目の玉編みを編みますが、未完成な長編みを4目編みます。最初はこの目を少し長めに引き出して鎖編みを1目、そしてもう1回鎖編みを編んで鎖編み2目を編んで、これを長編みの未完成な形とします。次も同じところに針を入れますが、針に糸をかけて同じ細編みの頭2本に針を入れ糸をかけて引き出します。最初の鎖編み2目分ぐらいの長さに引き出して2本の糸だけを引き抜いて未完成な長編みを編みました。次も同じところに未完成な長編みを編みます。少し長めに引き出して2本の糸だけを引き抜いて未完成な長編みを編み、もう一回同じところに未完成な長編みを編みます。最初の鎖編み2目と未完成な長編みが3目できました。これをすべて一度に引き抜きます。これで長編み4目の玉編みができたことになります。次は鎖編みを3目編みます。鎖編み3目を間に入れて、次の1段目の細編みのところに長編み4目の玉編みを編みます。針に糸をかけて
次の細編みの頭2本に針を入れ、糸をかけて長めに引き出して2本の糸を引き抜きます。同じところにあと3回未完成な長編みを編みます。3目の未完成な長編みができました。もう一回同じところに未完成な長編みを編みます。これで4目の未完成な長編みができました。これをすべて一度に引き抜きます。すべてを一度に引き抜いて長編み4目の玉編みが完成です。鎖編みを3目編んで、次の細編みにも同じように編んでいきます。これで長編み4目の玉編みが2個できたことになります。次の細編みのところも今と同じように未完成な長編みを編みます。未完成な長編みを1目、2目、3目、4目、4目の未完成な長編みができました。これをすべて一度に引き抜いて長編み4目の玉編みができました。間に鎖編みを3目を入れて長編み4目の玉編みを間に鎖編み3目を入れながらすべての細編みに編んできます。ここまで玉編みを編みます。次が最後のところです。最後はここです。この細編みの頭に長編み4目の玉編みを編みます。この最後の細編みのところに未完成な長編みを4目編みます。未完成な長編み4目を編みました。これをすべて一度に引き抜いて8個の長編み4目の玉編みができました。鎖編み3目を編んで最初の玉編みの頭の部分に引き抜き編みをします。最初の玉編みの頭はここです。ここの糸を4目分、もう一つで4本の糸をかぎ針でかけます。この4本の糸をかぎ針に通してかぎ針は後ろから糸をかけてすべての糸を引き抜いて、これで2段目が完成です。次は3段目です。3段目も同じ玉編みを編んでいきます。鎖編み3目のところに玉編みを2個ずつ編み入れます。この鎖編み3目のところに玉編みを2個入れて次も同じように編んでいきます。今引き抜いたところから3段目は次の鎖編み3目のところに移動するためにここに針を入れて引き抜き編みを1回します。
少し糸を引き締めてください。引き抜き編みを一目したら、ここから2段目の最初の玉編みのように少し長めの鎖編みと普通の鎖編み1目を編んで、長めの鎖編みと1目もう鎖編みを編んで、次は未完成な長編みを3回編みます。未完成な長編み3目と最初の鎖編みで未完成な長編み4目となります。これをすべて引き抜いて、次は3段目で間に鎖編み3目を入れたところを、ここは鎖編み4目を編みます。鎖編み4目を編んだら、同じ2段目の鎖編み3目のところにもう1回長編み4目の玉編みを編みます。未完成な長編みを4回編みます。未完成な長編み4目を編み、これをすべて一度に引き抜きます。これが3段目の編み方です。2段目の鎖編み3目のところに玉編みを2回編み入れて、鎖編みは4目編みました。次は鎖編み4目を編んでから、次の2段目の鎖編み3目のところです。ここに同じように編んでいきます。2段目の鎖編み3目のところに長編み4目の玉編み、未完成な長編み4目を編み、すべてを引き抜いて玉編みにします。鎖編み4目を編んでから、同じ鎖編み3目のところにもう1回玉編みを編みます。2段目の鎖編み3目のところに玉編みを2回編み入れてきました。間は鎖編み4目を編んで、次の2段目の鎖編み3目のところにも同じように編んでいきます。ここまで同じように編みます。ここが最後のところです。間に鎖編み4目を入れて、次は鎖編み3目のところに長編み4目の玉編みを編みます。未完成な長編みを4目編みます。もう一回未完成な長編みを編んで、これをすべて引き抜いて、次は鎖編み4目を編みます。鎖編み4目を編んだら、3段目の最初の玉編みのところです。ここに引き抜き編みをします。鎖の目に針を戻して、2段目と同じように玉編みの上の4本の糸を
かぎ針にかけていきます。もう一本この糸をかけて4本の糸をかぎ針にかけてから糸を後ろから回してすべての糸を一度に引き抜きます。これで最後の目が引き抜いて3段目が終わりました。今回はここでもう一回鎖編みを編んで糸を引き出してここで糸を切ります。最後はこの糸をとじ針で糸始末をしていきます。糸を切ってとじ針に糸を通します。今引き抜いたここから次は糸をモチーフの後ろ側に回します。ここから針をこの位置に入れます。引き抜いたすぐ同じところのこの目に針を入れ糸を後ろに引き出します。簡単な方法で今回は糸始末をしています。あとは後ろの目立たないところに糸を通していけば大丈夫です。これでそれほど目立たないと思いますので、このまま糸を後ろの目立たないところに通します。すぐそばに1回糸を通してから、あとは長編みの足や根元の部分を通していきます。大体のところで大丈夫ですから、長編みの足の部分を針に入れて糸を通していきます。あとは形を整えて糸を切ってください。この糸もここで切ります。モチーフの形を整えてあげてください。長編み4目の玉編みで作る花のコースターの編み方を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。